皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。今回はこの夏まだ着ていない正見の夏物を出してきました。いろいろ触っているうちにアラフィフ以降の体型にはこの着物がいいんじゃないかなって思うのがありましたので、そちらも合わせてご紹介していきながらコーディネートも考えていきたいと思っています。まずはこちらのピンクのシャの着物ですね。ピンク色なんですけれども、ブルーの縞がところどころに入ってるんですよ。そんな感じのね、着物は珍しいなと思って、こちらも新栄さんで見つけたんですけど、購入してみたんですね。ピンク一色じゃないところも気に入っています。こちらのお着物は、つい最近ショート動画で着ているところをアップしているので、よかったらそちらもご覧になってみてください。この着物は身幅が広かったので、自分で身幅直しをしている着物ですね。その身幅直し簡単にできるので、その動画もし気になる方は概要欄にリンクを貼っておくので、そちらもよかったら参考にしてください。はい、次は炉の付け下げですかね。こちらは、たまたま通りかかったリサイクル着物屋さんの表にね、ハンガーでかけてあって、素敵だなと思って一目惚れで購入してきた着物ですね。地色はね、なんて言うんですかね、ピーチピンクみたいな薄いピンクみがかったオレンジというか、そういう感じのお色で、お花の模様が染めになるんですけど、これはね、生地の裏側に色を塗って、で、透けてきたところに銀彩でお花の縁取りを縁取っているんですね。私が持っている着物でこういう手法を取っているのはこの着物だけなんですけど、本当にね、それが素敵なんですよね。ちょっと分かりにくいんですけれども、花芯のところも銀彩が施してあります。そしてもう一箇所お見せしたいところがあるんですけど、こちらです。刺繍になっています。銀彩で縁取りがしてあって、花弁を部分的に刺繍しているという、なかなかね、手の込んだ夏の付け下げになっています。はい、そしてこちらは椿柄の夏大島です。夏大島はいいですね。大好きです。八つ手柄の夏大島を持っていたのですが、それがね、あまりにも良かったので、どうしてももう一枚椿柄が欲しくて、去年の夏だったかなに購入しました。今もう虎視眈々と夏大島狙ってるんですけれども、なかなかいいのが巡り合わせがなくて、まだね、それからは購入していません。そして最後はジョーゼットのお着物ですね。ジョーゼットという生地がね、どういうものなのかを知りたくて購入した着物ですね。とても柔らかくてふんわりとした感じの生地ですね。思ったんですけど、アラフィフ超えるとジョーゼットみたいな柔らかい生地じゃなくて、夏大島ぐらい張りがある方がお着姿が綺麗かもしれません。ちょっと体のラインを拾いすぎる気がしますね。ただね、この着物すごく刺繍とか染めとかが綺麗で気に入ってはいるので、なるべく着ていきたいなと思っています。実はね、つい最近新栄さんでブルーのジョーゼットのお着物が出たんですけど、欲しいなとは思ったんですが、ちょっと生地が柔らかいからどうかなと思って断念しました。ある程度大人になったら着物の生地もね、割と張りのある生地の方が体型補正になっていいんじゃないかって思いますね。なので夏大島とかは本当にアラフィフ以降の方にはおすすめだと私的には思っています。ただね、今回はこの着物めったに着る機会がなさそうなので、今回はこちらの着物をコーディネートして着ていきたいなと思っています。まず帯はですね、どうですか、この赤いロの帯を乗せてみました。赤もいいかなっていう感じですね。前回コーディネートした時は、ボルドーというか、エンジっぽい感じのアンティークの帯を合わせたんですけど、よく考えたらこの着物夏着物なので、夏帯を今回は頑張って合わせたいなと思っています。他に候補としては、こちらの極級着物シリーズの
モザイクタイル名古屋帯ですね。最近のお気に入りです。これ意外と合うかもって思ったんですよ。地色が、黒というか濃厚ナスコンみたいな黒で、ちょっとね、幾何学模様的な模様でいいかなと思ったんですよね。あとは椿庵さんの白帯か、こちらのパープル帯、ちょっと地味になっちゃうなと思って、こちらは却下しました。今回はこの赤い色の帯とモザイクタイル名古屋帯が結構合いそうな感じだったので、両方でコーディネートを考えたいと思います。まずはいつものように帯揚げですね。ロの帯にピンクの帯揚げ合わせてみました。そしてモザイクタイル名古屋帯の方は黒いレースの帯揚げですね。あんまり他の色を足さない方がいいかなと思って、モノトーン系の帯揚げを候補に選んできました。赤色の帯はどうですかね？ピンクか焦げ茶か。ピンクの方が可愛らしい感じになるかな？白の方が爽やかになるかなっていう感じなんですが、ピンクにしました。モザイクタイルの方はやっぱり黒の方が締まってかっこいいかなっていう感じですね。帯留めはモザイクタイルの方ですが、私がアンティークのボタンで作った帯留めですね。こちらを合わせていきます。ロの方は着物ある日々のアミさんが作った帯留めなんですけど、これがね、いい感じに合うかなと思って、いろいろ候補は並べてますが、アミさんの帯留めを採用します。帯締めを決めたら、半襟は椿庵のまみさんに選んでいただいたこちらの半襟を合わせていきます。はい、それではまずは着物から着ていきましょう。紫に染めた裾受けとジュポネの半襦袢を着ています。この着物、袖がとても長いので、半襦袢がいいですよね。とても古い着物ですし、生地も薄いし、なんかね、ちょっと割と伸びる感じの着物なので、生地がね、裂けてしまわないように気をつけて着ていこうと思っています。はい、それでですね、ちょっとこの着物を着ているところを自分で見ていて思ったんですが、いつもね、下腹ぽっこりは気になってるんですけれども、この着物だと余計にすごくなんか気になったんですよね。やっぱり生地が柔らかくて、とろーんとしてるからか、いい感じにお腹に沿っていて、下腹がね、目立つ気がするんですよ。なのでね、やっぱり、先ほどもね、お話しした通り、アラフィフ以降ね、ちょっと体型が気になるわって思ったら、夏大島のような張りのあるね、着物の方が、こう、ちょっといい感じに、なだらかにね、してくれて、いいんじゃないかなって思ったんですよね。どう思われますか？それにね、今は正面を向いてるのでお腹が気になるんですけど、今度はね、後ろを向いた時に、今から見る、ちょっとお尻のね、ラインもくっきり出過ぎじゃないのと思ったんですよね。この着物は一応気に入ってるし、これからも時々は着たいと思ってるんですけど、ちょっとね、やっぱりね、下半身のいろんなね、お見せしたくないわ、みたいなところが、見えちゃうなと思って、柔らかい生地のね、着物はね、注意しなきゃと思った次第です。じゃあね、柔らかいロはどうなのって思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、ロって割と、ジョーゼットよりも厚みがあるので、その厚みの分でカバーできてるんじゃないかなって思うんですよね。ジョーゼットはね、ちょっとアラフィフ以降には危険だなと思いました。はい。で、今回着用していく帯は、こちらの蔦屋久兵衛さんのモザイクタイル名古屋帯です。赤色の帯の方は、ショート動画の方でご覧いただこうと思いますので、楽しみにしてくださる方はチャンネル登録もお忘れなくよろしくお願いします。はい、どうでしょうか、このアンティークのジョーゼットのお着物に蔦屋久兵衛さんのこの幾何学模様のモザイクタイル名古屋帯、
帯揚げも黒のレースの帯揚げにして、結構キリッと締まったかっこいい感じになるんじゃないかなと期待しています。ところで、インスタの方でもね、ちらっとお知らせしたんですが、ちょっと最近メルカリでトラブルが起こりまして、私がね、発送した品物が行方不明になっちゃったんですよね。もう行方不明の届けを出してから2週間弱ぐらい経つんですけど、まだね、解決してなくて、結局品物はね、見つからなそうなんですよ。どこに行ったかわからない。もう、追跡のしようがありませんっていう感じに言われてしまって、まだね、決着してないんですよね。どうなっちゃうのかな、心配です。リールでね、そのことをね、ちらっとだけね、愚痴ったらですね、結構皆さんね、紛失されてる方いらっしゃって、びっくりしました。亡くなることあるんですね。私、海外からの個人輸入もね、昔よくやってたんで、あの、外国はね、亡くなるリスクが結構高いことは承知はしていたんですよ。でもね、日本でね、郵便物がなくなるなんてことはね、本当に滅多にないと思っていたので、正直ね、ほんとショックですね。でも、検索してみると、知恵袋とかでもね、結構紛失したっていうね、人が、ちらほらいて、ああ、やっぱ100%完璧ではないんだなと思って、ほんとがっかりですよ。購入してくれた方もね、お金だけ支払って、まだ品物届かない状態で、宙ぶらりんだし、ねえ。またこれがね、決着したらね、詳しくご報告したいなとは思うんですけれども、見つかってくれるのが一番いいんですけど、それはね、ちょっと難しそうな感じですね。メルカリの方の対応も、もうね、何度も同じ質問を繰り返してきて、同じような回答をしてるんですね。例えば、パッケージの色とか、あと投函したポストの住所とか、何回も同じこと聞いてくるんですよ。で、何回も同じこと答えるんですよ。もうこれじゃあね、話になんないなと思って、そのね、管轄の、郵便局に直接行って、で、こういう感じのものですって聞けば、あるだろうと思って郵便局にも行ってみたんですよね。でもね、それもね、なかったんですよ。おかげさまで毎日気持ちがどんよりしています。早く解決しないかな。はい。気持ちをね、切り替えて着物は着終わりました。いかがでしょうか？今回は銀座結びにしてみました。このモザイクタイル名古屋帯はすごい形がピシッと決まりますね。なんか、蔦屋さんは基本的には袋帯しか作っていなかったらしいんですよね。この間、なんだっけ、ポンコツラジオか何かでお話しされてたんですけど、で、今ね、名古屋帯を作る挑戦を始めたそうで、もう少ししたら、蔦屋さんの名古屋帯も手に入るようになるみたいです。もともとね、袋帯しか折ってなかったということなので、この帯は本当にレア中のレアでしたね。一足早く蔦屋さんの名古屋帯を手に入れることができた気分でとても嬉しいです。今度、だるま屋さんでも、蔦屋さんのへこ帯の受注を受けるみたいで、それが9月頃っておっしゃってたと思うんですが、それもね、すごく楽しみですね。蔦屋さんのへこ帯欲しいなと思いながらも、なかなかね、決め手がなかったので、その機会にぜひ何か一本手に入れたいなと思っています。はい、今回の動画は以上になります。厳しい暑さが続いてますので、皆様体調には気をつけて、なるべく出歩かないようにしましょうかね。はい。このチャンネルでは毎週日曜日夜9時からプレミア公開で着物に関する動画を公開しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。